あなたは黒猫を恐れますか？家の中で傘を開いたりしますか？13という数をどう思いますか？信じる信じないはともかく、おそらくこのような迷信を聞いたことはあるでしょう。世界中の人々の迷信的振る舞いはどう始まったのでしょう。幸運のために木をノックするとか、歩道にある割れ目を踏まないように歩くというのは、科学的根拠がなくても、これらの奇妙なまでに固有の行動にまつわる迷信や習わしの多くには、同様に奇妙かつ固有な由来があります。これらには超自然的な原因が関係しているため、多くの迷信が宗教に基づいているのも不思議なことではありません。例えば13という数は聖書の最後の晩餐に由来していて、キリストは12人の弟子と夕食をとった後、捕らえられて貼り付けにされました。そのため13人で食卓を囲むのは不吉とされ、そのうちに13という数自体が一般的に良くない数と解されるようになったのです。13という数を怖がる13恐怖症は現在どこにでも見られ、世界中の多くのビルが13を飛ばして12階の次を14階にしています。もちろん最後の晩餐の話は多くの人々が真実だと考えていますが、他の迷信はほとんど信じられていないか、または忘れ去られているような宗教的な伝統から来ています。木をノックするのは古代のインドヨーロッパ族か、それよりさらに古い、木は精霊の住処と信じていた人々の言い伝えから来ています。木を触るのはその木の中に住む精霊の保護や恵みを呼び出すものなのです。精霊を信じることはなくなった今の時代まで、この伝統はどうにか生き残ってきました。ロシアからアイルランドに至るまでの国で、現在でも共通に存在する多くの迷信は、キリスト教が取って変わった多神教の名残だと考えられています。しかし迷信は全てが宗教的というわけではありません。不運な偶然の一致から来た関連付けに過ぎないという例もあります。例えば多くのイタリア人は17という数を恐れています。ローマ数字の XVII を並べ替えると VIXI という言葉になり、私の人生はもう終わってしまったという意味になるからです。同様に広東語で数字の4の発音は死の発音とほぼ同じです。日本語や韓国語など漢字を借りた言語でも同じです。さらに数字の1はべきと聞こえるため、14は死ぬべきに聞こえます。エレベーターや国際的なホテルには避けるべき数がたくさんあります。信じようが信じまいが、実際意味のある迷信もあり、少なくとも本来の目的が忘れられるまでは意味があるものでした。例えば舞台ではかつて背景に大きなかき割りが使われており、舞台係は口笛の合図で背景を上げたり下げたりしました。不用意な口笛は事故を起こしかねないものでした。舞台裏での口笛は今でもタブーとされ、舞台係が無線ヘッドセットを使うようになっても変わらなかったのです。同様に同じマッチ棒で3本のタバコに火をつけるのも実際に悪運をもたらし得ました。塹壕にいる兵士がマッチ棒で長い間火をつけ続けると、敵の狙撃兵に気づかれる恐れがあったからです。喫煙者が狙撃兵を恐れなくても良くなった今でも迷信は生き残っています。人々はなぜ忘れ去られた信仰に由来する些細なことや偶然の一致や時代遅れの中元にこだわるのでしょう。全く不合理ではないでしょうか。それはその通りですが、多くの人にとって迷信は意識的に信じるというより文化に根付いた習慣のようなものなのです。誰もはしごの下を歩いたり室内で口笛を吹くことを避けた方がいいなんて生まれながらには知りません。でも家族にそれらのことを避けるよう言われて育ったら、悪いことなんて起こらないと論理的には分かっていても、そういったものを居心地悪く感じるでしょう。それに木製のものを叩くことにはあまり手間がかからないため、意識的に抵抗するより迷信に従う方が優しいのです。その上、しばしば迷信は効果があるように見えます。幸運の靴下を履くとホームランが打てそうに感じたりするのは、単に心理的な思い込みが起きているだけです。同じ靴下を履いて三振した時のことはほとんど記憶に残らないのです。それでも迷信を信じることで出来事をよりうまくコントロールできると思い込み、実際により上手にプレーできるかもしれません。だからスポーツのような自信を持つことが違いをもたらす場合には、バカバカしい迷信も実はそんなにバカバカしいとも限らないのです。チャンネル登録をお願いします。そこに新しい学習のチャンスがあります。